はい、こんにちは。ユニアトリエの加藤です。今日はですね、コメント欄にリクエストがありまして、ガラスを描いてくださいという、ガラス、透明なものですね。そういったリクエストがありましたので、それにお答えして、グラスに水を入れた、コップというかね、描いてみようかなと思います。今日セットしてある、これはですね、グレーの紙を下に引いてるんですよ。で、用紙は、その同じグレーの紙を使っています。これにですね、今日これ初めて使おうと思ってるんですけど、ステッドラーの、マールスルモグラフブラック、ちょっとカーボンの、含んでる量が多いのかな。ちょっとね、黒い色が結構濃く出るみたいな、そういった触れ込みの鉛筆のセット。2B が2本、4B が2本の 6B、8B っていう、そういうセットのをね、買ってみたので、これを試しに使ってみようと思っています。あと用意したのは、この白いコンテ。コンテ社の白い、コンテペンシルっていうんですかね。そういうやつと、あとね、消しゴムは、これは、トンボのモノゼロ。こういうね、細いノック式のシャーペンみたいな消しゴムです。これを使っていこうかなと思います。はい、じゃあ、早速書き始めてみましょう。どうしようかな。2B から、使っていこうと思います。で、今回は通常、ね、白い紙に鉛筆でデッサンしているのと違って、下に引いてあるグレーと同じグレーの用紙を使って、黒い方と、白い方と、つまり明るい側と暗い側、ベースになる中間のトーンに対して、明るい方と暗い方と両方書けるという条件の、そういった有色下地っていうんですかね、色付きの紙に書いていこうと思います。はい、では早速ね、だいたい原寸大くらいに書けるかな。ちょっと右側がね、切れてるんですね。こんな感じで見てみましょう。どの辺にしよう。この辺にしようかな。あんま出ないですね。4B にしてみましょう。結構筆圧弱めだと薄いですね。6B にしてみますね。このくらいが、柔らかく鉛筆持って使った時にようやくね、見える感じ。今回は、グレーよりも暗いところを、この鉛筆で描いて、明るいところをホワイトを使って描いていく。つまり、グレーよりも明るいか暗いかで使う画材をこう分けて考えるんですけど、今回の例で言うと、例えばこの床に映るこの影みたいなのは鉛筆を使う。で、真ん中のちょっとレンズ効果で光って見えてるようなところはホワイトを使う。そんな感じですかね。このくらいでいいかな。もうちょっと大きく、もうちょっと右側にずらしてみましょうか。この辺にしましょうか。ね、この辺でいきます。はい、こんな感じで、ちなみにこのグラスは、ダイソーで買ってきた、なんかヨーロッパの薄グラスっていう、なんかそんな名前のグラスだった気がします。通常のグラスに比べて、底の部分の厚みが薄いんですよね。なので結構そこが綺麗に影ができるかなと思って今回これを選んでみました。はい。だいたいこんな感じかな。縦横の比率。ちょっと下がすぼまっていて、で、どうでしょうね。3くらいですかね。30%、70% くらいのあたりに水面が来てる。そんな感じの水の入り方をしています。
水面向こうがちょっとこう、グラスの縁よりも上に見えている感じですね。で、その向こう側にグラスの縁が見えていると。こんな感じでしょうか。で、大体当たりをつけたら、こう、ガイドラインというか中心を少しこう取ってみて、グラスの左右のカーブが大体同じになるように、この楕円が綺麗な楕円になってくれるように見ていきましょう。はい。で、使ってる用紙なんですけど、これはね、ミューズコットンっていう、ちょっと縦の目の入った、そういった紙です。色は、濃いネズだったかな？なんかネズミ色の濃いやつ。そんな名前の紙だったと思います。結構授業でもこの有色下地っていうか、色付きの紙に白と黒を使って描くっていう、そういうのをね、生徒さんにも、基礎デッサンの勉強として、やってもらったりしてるんですけど、これまで使ってきた紙は、NT ラシャっていうラシャ紙が多かったんですね。で、ラシャ紙っていうのは、このミューズコットンに比べるともうちょっと厚みが薄くて、で、消しゴム、練りゴムで消した時に消した部分がちょっとこう目が潰れるっていうか、光っちゃってテカっちゃって、次にこう、形を鉛筆で書き起こそうとした時に、なんか画面上でこう滑ってしまってうまく色が乗らないっていうことがありまして、その後、なんだっけな、キャンソン使ったり、いろいろ試してみたんですけど、今回このミューズコットンどうかなと思って、まだ今回がね、これが試し書きになります。これまで、ミューズコットンではこの有色下地デッサンというかね、白黒使ったデッサンはやってなかったので、今回がそのお試しのどんな具合かなっていう、そういうことになります。はい。だいたいこんな感じでしょうかね。はい。大まかな位置と形、すごいぼやっとしてますけれども、だいたいの位置関係、こんな感じで、はい、いこうと思います。だいたいかな。はい。で、こっからですね、明るいところと暗いところを書き分けていくんですけど、紙よりも暗く見えるところは、この、カーボン多めのマルスルモグラフのブラックですね。これ使って書いていきます。で、こうやって例えば調子を今つけて暗くしたんですけど、この中に明るい部分見つけたら、そこは一旦練りゴム消しゴムで消して明るくしてからホワイトを使っていこうと思います。そんな風にね、この紙の色をどこに位置づけるのかっていうのを考えながら、ちょっとずつね、作業を進めていこうと思います。なので少し通常のデッサンよりも筆圧弱めに慎重に、進めていこうと思っています。で、あとはこう全体ぼやっとですね、一箇所にあまり集中しないで、全体を見ながら暗いところを見つけて、明るいところを見つけて書き進めていく、そういったつもりでいます。